着いたかな。そうできてるかな。ボンジューメググです。ちょっと遅れてしまいましたが、今日もライブを始めたいと思います。聞こえてるかな。大丈夫ですか。もし聞こえてたら、聞こえてますっていうチャットをお待ちしています。聞こえてないかな。どうですか。ダメ。あれダメかな。聞こえてないかな。嬉しい。嬉しい。あれできてない。少々お待ちください。あれできてないか。できてるかなちょっとわからないけどライブをスタートしたいと思います。ただいまフランス時間昼間の3時6分。お天気は曇り時々晴れです。気温は21度かな。気温は21度。結構あったかくて、なんか半袖でもいいくらいですね。太陽が出るとあ、聞こえてる？大丈夫？不安になっちゃった。あ、こんにちは。よかった、聞こえてた。じゃあこのままライブを進めていきたいと思います。ちょっと電波悪くなったり音が聞こえなくなったら教えてください。場所交換します。わあ、いい太陽よ。あれ、こんばんは。ちょっとマイクつかない。少々お待ちください。どうしよう。服を間違えた。少々お待ちください。できるかな。どう？ついた？何このマイク。まあいいかすごい晴れちゃった。すごい遮るものが何もない。すごく晴れてる。あ、こんばんは。よかった。音が聞こえた。あ、よかった、聞こえます。あ、ボンジューボンジュー。サバウィサバメルシーこんな眩しくていいのかなまあいいか。じゃあ今日は太陽カンカンで進めたいと思います。今日も皆さんと、まったりお話1時間くらいお話ししたいなと思うので、どしどしチャットやコメントお待ちしています眩しいな。移動しようかな。すごい、何も画面が見えないや。もうちょっとして太陽がずっと出る感じだったらちょっと移動しますねお元気ですか皆さん。ちょっとお先にコーヒーいただきます。今日もね、アロンジェ苦い美味しい。わー、こんなにさっきまでね、朝とかねちょっと寒いぐらいだったのにね、今テラスに来たらいきなり晴れた晴れました。何あ、皆さんこんばんは。まだ先ですが、2年後めぐぐさんに初海外でパリ案内していただくのが目標です。おー、日本語しか話せないのですが、フランス語何から始めればいいでしょうか。難しくてちんぷんかんぷんです。おー、嬉しい。2年後お会いしましょうね。フランス語何から。まずはフランス語を学びたいという気持ちが一番のスタートなので、もうスタート切ってますよ何から始めたらいいかな。私もね、フランス語全くゼロの状態からいきなりパリに来て生活を始めたのですが、一応ね覚えたのがボンジュールとメルシーと、あとなんだっけ、ボンジューメルシー、あとジュネシパイチジョン私学生に間違われるから学生じゃありませんっていうの3つだけ覚えてパリに来ました。でもご旅行だったら、もし私だったら、まあ、メルシー、エクスキューゼモア、エクスキューズミーのフランス語バージョン、エクスキューゼモアでしょとか、それが発音難しかったらパードンってすいませんとかごめんなさいって意味。ちょっとぶつかっちゃった時とかね、パードンとかいう謝る時でしょ。だからありがとうごめんなさいと、あ、メルシーね、メルシー3つか。ボンジュー、エクスキューゼモア、パードン、メルシー。まあその4つができれば別に問題なく過ごせるかと
思います。あとね、ご自身でご注文とかしたいようでしたら、多分一番使うのがジュブドゥレなんとか、私は何々が欲しいですのジュブドゥレっての後にアンキャフェとかジュブドゥレアンクロワッサンとかね、そういう風につくそのジュブドゥレの単語ジュブドゥレっていうフレーズねを覚えたら、その後に欲しいもの言えばいいだけだから結構役立つと思います。私ね、フランスに来るばっかりの頃にフランス語入門ブックみたいなのちょっと使ってやって、それがねすごく分かりやすかったの。ちょっと待ってください、多分ね出てくると思う。フランス語本でしょ。大きい本なんだけど音声もついててすごい分かりやすくてね、ずっと最初の方ねそれだけ見てやってたんだ。フランス語入門みたいな、ゼロから始めるフランス語だっけな、なんかそんなよ。出てこないな。ちょっと見つけながらお話ししますね。その本ねすごくおすすめ。本当に単純で、もうこれとりあえずこれだけ覚えておけばいいみたいな入門。少々お待ちください。今出てくるかな。持ってくればよかった。大きい本なんだけどね、私はその本を一応なんか本屋さんに行って適当に選んで買った本だったんだけど、すごい分かりやすくてね。これ出てこないや。フランス語参考しよう。フランス語ごめんなさい、すぐ出てこない。なんかお話ししてる間に見つかったらこう画面でお見せしますね。あれ出てこないな。CD 付きなの。今もう CD とか聞かないからあれかな。入門フランス語入門、今フランスCD なんて聞かないから、もしかしてなくなっちゃった。これだ。なんか新種になって新しくなってる。私が使ったのはこれじゃないんだけど、多分ね CD とかじゃない音声ダウンロードになってるこの本。28.99 ユーロだけど円にするとちょっと分かんない。この本ゼロからスタートフランス語だと思う。こんなんだったと思う。ちょっと調べてみてください。私も表紙が違うからこれなのかがちょっと分かんないけど、なんかこんなだったと思う。もうすごい単純。なんか最初からあんまりにもいろんなの覚えすぎちゃうと頭に入っていかないから、もう単純ななんか 2,3 フレーズぐらいがいいんじゃないかなって思いますおー、いっぱいコメントありがとうございます。聞こえてたんだ、よかった。英語はペラペラの状態でパリに行ったのですか？私ですか？いや、ペラペラじゃないです。聞いて問題なく聞いて話せるぐらいの英語力はありましたが、ペラペラでは言ってないです。ペラペラってどこからペラペラかにもよるけどね、結構難しいですよ。あと英語が通じればパリでは全然生活もできるのですが、結構日本から来る皆さんご旅行とか、あと日本から来たばっかりの方って自分で思ってる英語にもね、日本語にも方言とかいろいろあるように英語にもいろんな発音がありまして、で教科書で習うような聞き取りやすい英語をしゃべる人ばかりではなくて、特にフランス人はフランス語なまりの英語を話すので、日本では英語全然聞いたら分かるって方も来てみて、フランス人に英語でバーって話されたらちょっと聞き取れなかったとか、フランス人の英語なまっててよく分からないなっていう意見もたくさんあるので、だから英語が話せれば不便はないし通じますが、バーって言い返された時にもしかしたら聞き取りにくいかもしれないけど、私はもうその聞き取りやすいも何も英語は使えたけど、フランスに来たら英語を使おうと思わないで来たから、あんまりフランスで英語は本当に困った時しか使わないですだから英語ペラペラな状態で来たわけじゃない。不便なく話せるぐらいで来ました。しかも英語も、学校で学んだわけじゃなくて、フラッとアメリカに住んでちょっとこう
日常生活の中で覚えた英会話というか英語力だから、そんなにね真面目にお勉強してる方の英語と違うのでちょっとペラペラかって聞かれるとまたこうどのペラペラ度合いかにもよるかもしれませんが、ペラペラではないですあ、パクドン、そうね、パードン、ありがとうございます。どういたしまして頑張りましょうね。私もフランス語やんないとっていつも思いながらね、10年ぐらい経った追い詰められないとできない性格みたい。こんばんは。私はパリの旅行で勉強したのが、こんにちは、ありがとう、いくらですか、トイレはどこですかを覚えていきました。あ、確かにいくらですかとトイレはどこですかは覚えたら役に立つかもしれない。いくらですか、あ、そっか、聞くか、いくらですかとかね。確かに、旅行で来る、そっか、面白い、ありがとうございます。なんか私旅行で来たことがなくて、フランスにいきなり来て住んじゃったから、なんかこれは覚えておいた方がの観点がちょっと違ったかも聞けてよかった。ウッソンレトワレットシルブプレイ、トイレどこですかといくらですか、セコンビアンってやつかな、サクッとコンビアンかな。いろんな言い方ねありますけどね、一番丁寧な言い方を覚えていったら間違いないと思います。あとはもうそんな完璧に覚えなくても、トイレもなんかトイレとか首かしげながらトイレ、トイレじゃわかんない、トイレットってこうやって首かしげれば結構ね、あっちあっちみたいな感じで教えてくれたりしますとにかくコミュニケーションをしようとする意思があれば、フランス人優しいのでちゃんと聞いてくれると思います。それ買ってみます。2年後楽しみに勉強ある程度頑張ります一緒に頑張りましょう。2年後、そしてフランス語で会話しましょうボンジューサバーとかやりましょう8月にパリに行くのですが、空港からオペラまでタクシーか地下鉄どちらか悩んでいます。オリンピックで交通規制渋滞かな。これが結構同じようなご質問いただくのですが、私も、パリでのオリンピックが初めてのことなので、どれくらい渋滞するとかいうのが全く予想がつかないので、なかなかお答えするのが難しいです。ただ渋滞するのは絶対だと思うので、あとはちょっと、フランス人とお話ししていて懸念するっていうんですかが、フランス人って忙しいほどストライキを起こすんですね。そうするとだいたいいつも夏のバカンスシーズン7月8月に毎年ストライキを、電車の会社がやるのですが、もしかしたら今年も、オリンピックで余計に忙しいから、オリンピック期間中にいきなりストライキやるんじゃないかってフランス人とね最近も話していて、で、日本人の感覚だったらそんなオリンピック期間中にみんなに迷惑かけるようなストライキとかデモなんてやらないだろうって日本人の方は思うかもしれないのですが、フランス人的感覚だとその迷惑とかではなくて、ストライキとかって権利なので、人に迷惑よりもその前に自分たちがこんなに忙しくて大変なんだからお給料上げてくれとかね、そっちの意思表示に走るので、文化的にも。なので毎年忙しい時期、夏休みシーズンはいろいろな会社がストライキしたりするんですね。で今回はオリンピックでさらに忙しくなるので、もしかしたらオリンピック期間中もいきなりよくやるのがメトロとか電車の会社、バスも含めた会社なので、毎年ね一定の期間は夏休み期間中は何週間とか何ヶ月空港からパリまでの間のロアシーバスとか、あと RER の電車とか全てがいきなりこうストライキで全く走らなくなったり、予定通り走らないとか、なんかいつもだったら10分に1本なのが1時間に1本になりますとか、なんか気分で運行しますなんていうことがあるかもしれないです。でそれすらもその時にならないと誰にも予想できないので、
国がすごいお金とか払ってもう絶対ストライキするなよとか言うなら別かもしれませんが、それもねわからないことなので、本当に、オリンピック期間中がどういう風な街の動きになるっていうのが誰にも予想できないです。だからちょっと渋滞しますかとか、どれくらいパリからどれくらいかかりますかっていうご質問はなかなか答えるのが難しいです。ただ普通だとしたら、普通の夏休みの混み具合何の問題もない場合でしたら、ロアシーバス RER でパリから空港パリ間が1時間から90分ぐらい、60分から90分ぐらい、渋滞してたら2時間くらいで行けます。タクシーでもそれくらいで行けます。ですがパリ市内、空港からパリに入るまでの高速道路っていうよりもパリに入ってからがとっても混むし、オリンピック期間中いろいろなところをね交通規制するってもう決まっているので、ホテルの場所にもよりますが普段よりはかなり混むと思います。だからね、こればかりは本当に余裕を持ってご旅行の計画を立ててくださいとしか言えないです。通常1時間かかるのだったら2時間って考えて予定を組むとか、入場の時間が決まっているチケットとかを取ってしまうと、例えば空港にボンジューボンジュー元気にハオ久しぶり中華料理屋さんの中国人のおじさんだったびっくり、よく私のこと分かった。ごめんなさい、何の話だっけ、ずれちゃった。ディズレすごいなんだっけ、いろいろなことが起きすぎちゃった。そうオリンピック期間中の空港からパリの間とか、その交通機関はパリ市内に規制があるので、いつも以上に時間がかかるのは確かなので、例えば空港に朝8時に着くから、朝10時か10時だとして朝10時に着くから、パリ市内まで約1時間で、11時にホテルに着くで準備して12時ぐらいのルーブル美術館のチケットを取ろうっていう計画をしたとすると、10時に着いて普通だったら1時間でパリに行けますが、まず多分空港も混むと思うので、空港の人も忙しいとね、仕事もっと遅くなっちゃうので疲れてきちゃって、なのでいつもよりも空港から出る時間もかかると私は想像しているので、きっちり大体の所要時間でいつも通りので決めちゃうと、多分ルーブル美術館12時っていうのは間に合わないと思うから、普通空港からパリまで1時間っていう所要時間だったら、2時間と考えて、で空港から出るまでにプラス1時間だから3時間で、用意する時間で4時間と考えて、空港に10時に到着なら11時に2時とか3時のルーブルのチケットを取るとかね、それくらい余裕、いつもより 2,3 時間とか余裕を持って、その時間指定があるチケット、入場時間指定とかあるチケットは取った方が安全だと思います。時間が過ぎたからといって入れない場所もそんなにないのですが、やっぱり気持ちがね焦ってしまって、そういう時ほどスリにあっちゃったりとかするので、お時間には余裕を持つように計画をした方がいいと思います。ごめんなさい、なんかお話ししてる途中でいろんなことが起こっちゃったおコメント消えちゃったか。来たすいませんでした。何それで質問、ごめんなさい、質問がなんだっけ。空港からオペラまでタクシーか地下鉄か悩んでる。それもね、その時の本当にその時次第、別に忙しい時期じゃなくても本当にパリの電車とかメトロってすぐ壊れやすくて、トラブルとか起きやすくてですね、RER 走ってるってネットの情報とか Google マップでは出てても、ホームに行ってみたらいきなり今止まっちゃったから違う電車に乗れとか言ってターミナル移動させられたり、代わりにバスが出てるからそっち乗れとかね、いろいろ本当にいつも通りってことがあんまりないんですね。なのでその時次第の状況で決めるのがいいと思います。あとはタクシーも、渋滞していると普通は1時間で行けるところ2時間3時間かかっちゃうっていう時もあるので、到着したら Google マップで混み具合とかもね調べれば出てくると思うので、それで一番いいやつをね臨機応変に決めるのがいいと思います最近柔道してますか？
最近ねちょっとねお休みしてます。というのも今のその道場がちょっと工事中でもうバカンスに入ってしまうので、多分夏明けまでは柔道はお休みかな。違う道場にも来ていいよって言われてるので、ちょっとそこに行こうか迷い中です。でも柔道やりたいね。ずっと休んでるとやりたくなってきて、ジムとかでね柔道のトレーニングはやってます。一人でエアー背負い投げ永遠とくるくるやってる空港からオペラだとロアシーバスによく乗っていましたね。ロアシーバス便利ですよね。そのバス停からホテルが近ければ便利だと思います。ただね今はこの今の情報なのですが、今ロアシーバスのオペラの裏ユニクロの近くなのですが、あそこが乗り降りの場所なんだけど、あそこがちょうど工事中で、今あのバス停が違う場所に移動しています。でね地図がものすごい行けば移動してこっちにありますって地図があるのですが分かりづらくて、今代わりに仮のバス停になっているのがオペラ座ガルニエ宮の正面に立って右手側にザラがあります。でそのザラの前のところがバス停になっています。だからオペラ座ガルニエ宮を目の前にしてガルニエ宮の右側ねに回り込む感じに行くと、ギャラリーラファエットの手前ねに行くとそこに、バス停があります。なので今週いつまで工事とかも書いてないですが、行ってみて工事中だったらそっちの方にバス停が移動しているので気をつけてください。暑いな、眩しいなね、日差しがね。見て、もう消防士さんのカレンダーシーズンなんだ毎年消防士さんがねムキムキのねカレンダー出すのね。それを今売ってる、そういう時期なんだ。隣の人のタバコがものすごい煙がわあ煙がすごい。タバコの煙がどこまで読んだっけ耐えられるかしら私この煙に。来月新婚旅行でパリに行くので最近よく妻と見させてもらってます。わあ、ありがとうございます。新婚旅行ですか？素敵ですね。いいですね。どの辺に行かれるんですか？もう計画決まってるのもしもご質問あったら何でもご質問くださいねどこまで読んだっけ。近々フランス行く予定ですが駅の窓口は何時から開いていますか？駅の窓口何時から？どこの駅かにもよりますね。絶対何時からっていうよりは多分ね駅によって時間が違うと思います。モンパラナスとかパリ市内だったら大きい駅だったら結構早め9時ぐらい8時9時ぐらいから空いてるんじゃないかな。けど空いててもあんまり人が働いてないかもしれないので、だいたい何でもちゃんと働き始めるのは10時ぐらいだと思ったらいいと思います。でモンパラナスとかも10時だったかな。インフォメーション、駅のインフォメーションは時間にならないと開かなくて、駅員さんもちらほらしかいないので結構早い時間に駅を利用して駅員さんに尋ねるかもしれない可能性があるならいつもよりも早めに行って駅員さんが見つけられない可能性も考えて自力で駅の方も見つけるとかいう可能性も考えて早めに駅に行った方がいいと思います。フランスなので、規定の時間というか10時からオープンって書いてあるからといって10時に必ず、開くとは限らないしっていう感じなので、日本だとね営業時間、駅とか市役所とかそういうところは完璧にしてると思いますが、そういう感じじゃなくて結構気分とかその時の状況でね変わるので、そういうのに対応できるように何でも本当に余裕を持ってね動いた方がいいと思います。眩しい。帽子持ってくればよかった。何だいぶ前に TJWay が突然
見えない、ごめんなさい。眩しい。 TJB が突然ストライキになった時にすでに購入済みのチケットを窓口で返金してくれず、メールを何通も送って対応してもらえず、90ユーロぐらい泣き寝入りしたことあります。かわいそう、すみませんでした。代わりにこれもねよくあるんですね。本当さっきも言った通り、ストライキをねいきなりするので、もう飛行機エアフランスとか何でも人の都合とかはあまり関係なくするので、私も何回も経験あります。 TJB とか、あと電車、長距離電車のねチケットとか買っといたら、いきなり前日とかに明日の電車は動かないです、代わり探してください、良い一日よみたいなねメールが届いて、電車走んないんだみたいなことになって、私も本当に何回もあるんだけど、例えばシャンパーニュのご案内とかで、シャンパーニュ地方お客様の分までね5枚とか取っておいて、でいきなり前日にキャンセル、電車が走らないっていう通知が来て、でもう慌ててレンタカー探したりとか、ね、そういうことがあったりで、返金も本当にこれよくあるある、別にTJB だけじゃなくて何でもなのですが、あんまりねささっとは対応してくれなくて、もう根気よくやり続けるか諦めるかのどっちかになると思います。で窓口ではねそんなにね対応してくれない個人のことに対してその場ですぐチケットを買うとかならできるけど、こうキャンセル対応とか結構ストライキになった時って全員がキャンセル対応を求めてるから、全員にはやってらんないよみたいな感じで窓口のたまたま当たった人にもよるし、本当に運次第なのですが、いい人だったらその場でやってくれたりもするし、何でもね対応すらもねその時の気分次第でやるので、もう90ユーロだったらとか思うしかないかもしれないです本当にね日本だったら90ユーロって結構でしょ、1万円以上なのでって感じですが、あんまりねそういうのもね対応してくれないんですね。私もねもう今まで何万円損してるかって感じですけど、なんか嫌な気持ちのままだとなんかねストライキに振り回されたくないので、なんか行った先で帰れなくなっちゃうとか途中で事故あったよりはいいかと思っていつも諦めてるというか受け入れてます冷やし中華食べました。いいな、どこで？もうそんな季節か、食べに行こうかな。さっき中華料理屋さんのおじちゃん通ったから、いいな、行こうただいま、お帰りなさい今日間に合った、よかった。ロンドンのセントラルパンクス駅からユーロスターでパリの北駅に到着。オペラ座近くのホテルに行くのに駅前のバス停から路線バスに乗りました。帰りはオペラ座のユニクロ前からロアシーバスで空港まで行きました。パリはバスが分かりやすくて便利ですね。そうですね。ごめんなさい。覚えちゃうと結構バスはね分かりやすいと思います。乗り慣れてないとねちょっと不安ですが、景色を見ながら感覚で降りますボタンを押せるので、そういうのはねいいんじゃないかなって思います今日は遅刻、私も5分遅刻した後で一緒に廊下に立ちましょうこんばんはしてる。お仕事お疲れ様です。パリにいる日本人はどんな職業の方が多いですか？職業バラバラですね。職業ってなると難しいかな。フリーランスの人も多いだろうし、最近学生さんも少ないのでね、学生さんとか多いとやっぱりレストランで働いてる人とか多かったイメージだけど、職業って言われると難しいかな。料理人さんじゃないかなって思う。私のパリで生きて生活してる感じで、日本人だって思うのはやっぱり料理人さんじゃないかなって思いますメグさん今日何飲んでるの？今日はねカフェアロンジェ飲んでます今日は綺麗、ありがとうございます。ちょっと太陽がものすごくてキラキラみたいになっちゃってピカピカか見づらかったらごめんなさい。
03、今日のコーヒーとデザート代、前回参加できなかったから前回分と合わせてどうぞ。嬉しい、ありがとうございます。ナイススパです。嬉しいよ。いただきます。今日カフェアロンジェです。苦いけど美味しいありがとうございます。ナイススパです。いつもありがとうございます。今日もケーキ食べよう。今日ね、みんなにね、美味しいもの紹介しようと思って持ってきたんだ。ちょっと待って、これハートできるかな。ハートできたナイススパです。なるほど、ありがとうございます。どういたしまして。他にもご質問ありましたら何でもご質問ください。ちょっとコメント今の読み終わったらね、美味しいお菓子紹介するスーパーチャット気づくの遅くなっちゃってごめんなさい眩しいです。ボンジュー。こちらすごい雨。そうなんだ。雨降ってるんですね。暖かいですか？でもね。明日は動かないですよ。明日は動かないです。良い一日よってメールが来たら泣いちゃいそうでもほら、良い一日を願ってくれてるからまあいいかなって思える本当にね、ストライキのメールって結構いきなりで、特に TJB とかびっくりする。なんかってことは何百人の人が全員キャンセルでしょびっくりしちゃう。なんか日本じゃ結構ありえなそうだけど、本当にフランスではよくあるあるあるでして、飛行機も当たり前にストライキやるし、だから予定してた日に帰れなくなっちゃうとかも結構あるんですよ。日本人の方も。特にエールフランスね、ストライキするので、明日帰国の予定だったのにいきなりストライキで飛行機飛ばないからチケットを日程ずらさなきゃとかね、結構あるので、そういう時にとにかくまずは一旦現実を受け入れることからスタート。もうこれでね、なんでとか考えても、なんでって質問はフランスではあまり役に立たないので聞いても、例えばなんでって思ってどうにかならないんですかとか問い合わせしても、もう決まったことはどうにもならない。個人の都合ではどうにもならないので、とりあえず受け入れる。明日飛行機飛ばないんだ、明日電車走らないんだってまず受け入れて、ではっってなってから、じゃあ一番最善策は何だろうって感じで、感情と切り離してね、こう淡々と考えていくと結構臨機応変に落ち着いて対応できるので、もうこう感情を入れないのが一番だと思います。経験上もうなんでとかどうしようとか思い始めたら結構頭の中がぐるぐるしちゃうので、そういうのをなくして、もう電車動かないんだな、じゃあどんな方法があるかなに切り替えるといいと思います海外生活鍛えられますね。特にヨーロッパそういうことが多いので鍛えられますねフランスすごいですね。いろいろとリスク管理考えないと。そうですね、フランスでは特にヨーロッパ、フランスだけじゃなくてヨーロッパでは時間通りとか計画通りに進むってことはほぼないので、リスクというよりは余裕を持ったらいいと思う。絶対こうしなきゃっていう計画の立て方じゃなくて、何個か例えば1日5箇所とか考えておいて、優先順位を考えて、で行けなければ次の日に回そうぐらいの気持ちとか、なんかそういう風に、もし遅刻したらこれキャンセルしてこっち行こうとかね、そういうこう代案っていうの、なんかもしダメだったらこうしようっていうのを考えておくと、その時になってパニックにもならないし、時間の無駄もなく楽しめると思いますもう6月です。やばいですね。やばい、早いですよね。返金してもらえないのはあるあるなんですね。ストライキとかはともかく返金くらいスムーズにしてくれよと思います返金とかね、本当にその電車じゃなくても何でもね、返金とかって時間かかるし、やってもらえない、もういいやってなることの方が多いです。だから結構損もしてるんだけど、なんて言えばいいんだろう、受け入れられるようになるそのうち受け入れ、本当は向こうが 100% 悪いから受け入れる必要もないんだけど、
でも感情を振り回されてる時間の方がもったいないから、もうこれもフランスらしい経験だなぐらいで受け入れた方が、どうせ帰ってこないものだったら気持ちよく過ごせるんじゃないかってね、こうシフトしたらいいと思います。本当は返してほしいですけどね、これもねよくあるんですよね。慣れるまでは私もいちいちどうにかなるんじゃないかと期待してメールし続けたりとかいろいろしたんだけど、もうねどうにもならないのパリってどこ見ても同じに見えるけど、住んでたら景色見たらどこだか分かるんだ。なるほど、そうですね。確かに建物似てるからなんか同じように見えますが、結構なんて言えばいいんだろう、逆に同じ建物があんまりないんですね。パリのこう外観の装飾というかって本当それぞれで、ビルみたいなものもほとんどないので同じ形のものはあまりなくて、あとお店もチェーン店っていうよりはこうカフェとかなんでも個人でやって、個人なのかわからないけど、同じお店が同じ、例えばポールとかは別としてじゃない限りは同じお店っていうのがないので、そういうねお店とかで覚えることが私は多いです。意外にねちゃんと見るとね全部が違うんですよエアビーの家主さんの職業欄にアカウントマネージャーって書いてあるのですが、どんなお仕事でしょうか。私もわからない。何アカウントマネージャーって初めて聞きました。なんかアカウント作りのマネージャーわからないです。なんだろうエアビーもね、日本人の人なら安心だと思いますが、だから結構ねちゃんと調べた方がいいですよ。私のお友達も去年一昨年来た時にガルニエ宮オペラ座の、私がよくライブをするスターバックスがあるのですが、あそこのすぐ近くのお部屋を角部屋かなをエアビーで借りたら、なんかこう出ますって言って、その子が帰った後に女の子一人で来て借りて帰った後にいきなり大家さんから連絡が来て、あなたは猫をお部屋に連れ込んだ形跡があるので罰金払ってくださいみたいな感じで20万だっけなぐらい請求されて、日本円でその子旅行で来てるし、猫をそもそも連れてきてないし飼ってもないから、猫をね連れ込むはずがないのというか連れ込める猫がいないだけど、なんかで私がフランス語考えてあげてというか考えて、私はこういう旅行で来てるし猫を連れ込むはずがないから監視カメラとかも調べてください。もしもあなたが嘘を言っているなら警察署に届けを出しますみたいな文章を送ったんだけど、全然向こうも折れなくて、もうどうぞどうぞみたいな、こっちにも証拠があるのであなたが猫を連れ込んでいる証拠があるし、なんかお部屋の写真とか送ってきて、この傷は猫の足の跡ですみたいなわけわからない写真とかを切りつけられて、すごい攻撃的なメールが来て、でもし私だったら絶対連れ込んでないから折れないでこう戦い続けるんだけど、やっぱりその子は日本人でですね、戦うのが苦手だし、もうお金で解決できるなら面倒なことになるよりはいいやって感じで、なんかお金払っちゃったらしいのですが、代わりに私が悔しくて、なんかそういうこともあってちゃんと選んで借りないと後々なんか意味わからないことを言われてお金取られるなんていうこともねあるかもしれないので、口コミをねすごくしっかり、特に日本人とかアジア人の口コミを見るのがいいと思う。やっぱりアジア人差別っていうよりは、なんかアジア人に対して文句つけやすいみたいな人もいると思うんですね、経験上。結構こうヨーロッパ人よりはアジア人のが、特に日本人気が弱いって知ってるので、追い詰めればお金払うみたいに思う人もいると思うから、なのでエアビーとかね借りる時も、特に日本人の方、人間を信じやすい方が多いのでとにかくただ手放しで信じるのではなくて、しっかりこうサーチしたりとか、もう全部自己責任なので自分で調べて、口コミとか
その家の住所とかでいろいろ調べてから何でもやった方がいいと思います。自分に関わることは全て自己責任だと思って動いた方がいいですちょっとね、日本人にとってはなんでそこまでしなきゃなんだよって思うかもだけど、外国に住んでるとそれがベーシックで当たり前のことなので、後々、お金で解決できることならいいかもしれないけど、それでもやっぱりなんかね、嫌じゃないですか、気持ち的に。だからね、ちゃんと自分のために自分で調べるのがおすすめです今日ずっとこうやってなきゃいけないのかな、眩しいな今シャンゼリゼ通りオリンピック関係でコンコルド広場観客席作成中、暑い半袖です。今シャンゼリゼにいらっしゃるんですかね。オリンピックの工事ずっとしてますね。ちょっとね、今の時期、先月ぐらいから会場がどんどんでき始めて景観が崩れているので、逆に今の時期来る方、ちょっとパリらしい雰囲気が見られないかもしれない。もったいない。でもな、これもレアな景色なので、コンコルド広場にあんな大きい観客席ができるとか、これも一つのレア景色だと思ってね、それを楽しむのもいいですが、ちょっとね、いつもの雰囲気が見られないぐらいいろんなもの工事してたり会場を作ったりしてますねいい天気ですね。東京地方は結構強い雨降ってるみたい。そうなんだ。じゃあなんか遅れてるのかな。一昨日ぐらいまで、一昨日ぐらいまでずっと雨だったの、パリは。ダンパツさんだ。今晩ダンパツさんだよこんばんは、ダンパツさん東京帰ってきて、床屋さんね、イメチェンしてダンパツさん来たこんばんはこんばんはですイメチェンしようね、しましょうSNCF のサイトでチケット買おうとすると日本のクレカだと決済エラーになるのですが、めぐぐさんはフランスのクレカで生活されているのですか？はい、私は基本的にフランスのものを購入するときはフランスのクレジットカードで、日本のサイトとかから購入するときには日本のクレジットカードという感じで使い分けています。で、日本のクレジットカードが通らないのはもしかしたらセキュリティの問題かもしれないですとか、その表示に日本のクレジットカードだから通らないっていう表示とか出たら、そのクレジットカード会社の日本のセキュリティって強いので、なんかそういうのかもしれないし、あとマスターとか JCB だと通らなかったりもするので、ビザカードで試してみて通らないようなら銀行の関係かもしれない。で、よくあるのがオペラ座のチケットとかを買おうとするときに全然クレジットカードが通らなくて、キャンセルが続いちゃってっていうお話を聞くというか、私もそういうことありますが、あれはただ単にサイトが混み合ってるだけで、気長にずっとやり続けるといきなり購入できたりとかもするので、そういう、電車のチケットなのでそのパターンかもしれない。なのでエラー表示を見てみてください。あなたのクレジットカードの関係で通りませんという表示だったら、いつもしかしたら銀行にお電話して、海外のサイトで使いたいのでセキュリティかかってるのは外してくださいとか伝えると変えたりするかもしれないので、やってみてください。フランスに行ったばっかりの時迷子になったりしませんでした？よくしましたよ。フランスに来たばっかりの時はね、迷子っていうよりもビクビクしてて、いきなり来ていきなり生活し始めたから、その頃はスリも怖くて、今思うと別に何でもない道なのにハンドバッグとかを肩にかけて取られないようにわざと壁側にこうねくっつきながら歩いたりとかねしてた。懐かしいな。今同じ道歩くとなんでこの道でそんなに警戒してたんだろうって思う初めてのことってね、何でもドキドキビクビクしますね。で、そんなことやりながら歩いてるから結構道にも迷うし、でも迷ったおかげで覚えられた道とかもいっぱいあるから、いい迷いだったと思うどうしよう、眩しい。ちょっと隣のお席に移動するので少々お待ちください。コメント読めない。少々お待ちくださいね。はいちょっとお外、ここならいいかな。
ちょっと待っててください。涼しくなった。よかった。お水。なんかこの数分でよいしょ3トーンぐらい焼けた気がする。暑かった。今日ね、ゲランのねマンダリンバジリクっていう香水つけてるんだけど、こんなね晴れた日にぴったり嗅いでみてほしい。前もなんか今年の冬のセールで買ったものとかで紹介してたのですが、おすすめ。すごい今日のこの雰囲気にぴったりの香りです。はい、移動できた。私が移動したら太陽移動したなここ日陰だったのにさっきまで。太陽さんが私を照らし続けてくれている。ありがとう。よし、ちょっと良くなったかな。これでコメント読めるかな。トマト落とし物ねどこまで行ったっけ。ちょっとお席移動したついでに最近見つけたというか昨日買った美味しかったものをご紹介するお菓子なんだけどね。たらーん、これすごいでしょ知ってます？この飴ちゃん。このマークの飴知ってる？キャラメルみたいなバタースカッチみたいなお味の飴のポップコーンなのね。すごい濃厚で、こっちがノーマルのやつで、このブルーのやつがプレッツェルと塩キャラお塩とプレッツェル入りのやつ。これすごく美味しい。なんかね、フランス人の友達に教えてもらって、どこだっけ、プラスドイタリーの方のなんかデパートみたいなところに売ってるよって言われて、わざわざそこまで買いに行ってみたの。すごい美味しい。これ食べてみてほしい。私的にはこれやりすぎ。ちょっとこっちの方がノーマルで美味しい。フランスに来たら買ってみてください。どこにでも売ってるかはわからないけど、そのプラスドイタリーっていう場所の駅のところにあるデパートにね、すごいちょっとこうお得な、薬局ではないんだよな、お得なスーパーみたいなのがあって、いろんなものがちょっと安く売ってるお店があるの。なんだっけ、なんて名前だっけ、なんて名前、ノーマルとかなんかそんなような名前だったと思うんだけど、シャンプーとか何でもちょっとだけ安く売ってる。あと大きいフォーマットで同じ値段とか、そうお手頃なものが売ってるスーパーみたいなのが入ってて、そこに売ってたです。これで 2.6 ユーロぐらいだった気がする。安くないですか？お菓子で2ユーロで買えるって私的にかなりお安いですこんな中身はこの通り、本当にこの通り。お味はこの飴のお味です。食べてみてこれね、みんなにねおすすめしたかって持ってきたんだ。すごいすごい、なんか出入りが激しいだからキャラメルポップコーン開けちゃおうか。ちょっとお店だからと思ったけど、ちょっと開けてみる。少々お待ち今ね、まっすぐ開いた時嬉しくないですか？なんかこっち側だけいっぱいめくれちゃって、片方だけなんかこう引っかかるやつすごい苦手。わかるかな？中はねこんな感じ、ジップロックみたいにちゃんとこう蓋できるようになっててしけないの。これもいいところ。これね、少なそうに見えるけど1個がねかなり大きくてずっしりしているポップコーンなの。コーン感が強いというか、だからこれ1袋1回ではちょっと食べきらないぐらい、甘いし、だからこうジップロックになってるのは嬉しい、ね、これちょっと食べていただきます。内緒ねやっぱり美味しい。美味しい。本当に日本にもこの飴売ってると思うんだけど、本当にこれの味でサクサクしてて、もう1個だけ食べちゃおう。これちっちゃいやつも入ってる。うまこれね、よかったら買ってみてください。で、映画に行くついでにポップコーン買いたいなと思って紹介してもらったの買ってみたの。はい、
日本にも売ってるかな、ちょっとわからない。見つけてみてください。美味しいな、止まんなくなっちゃう。何おー、いっぱいコメント。暑そうですね。空気は乾いているのです。乾いているのかな。日陰は涼しいということは、そうで、フランスはすごく乾燥しているので、結構本当に暑くてもうほてってるでしょ今。でも汗をかく暑さじゃなくて、なんて言えば、乾燥してるからカラッとした暑さ、直火焼きみたいな感じの暑さです。ずーっとこう炙られてる感じの暑さです。汗は全然出ないです。どんな香り？くんくん。香りね。香り、そうだった。香りも伝えればよかった。こんな香り。はい。こんな感じ。いい匂いしたすごくいい匂いよ。いい匂いしたかな。キャラメルと、焦がしたキャラメルとちょっとお塩と、そこに生クリームを入れてくるくる混ぜて、でそれに絡めたポップコーンを炙ってる時の匂いです伝わったかな。何その飴好きです。美味しいですよね、この飴ね。私も大好き。バッグに入れてる。これくらいの箱でなんか10個ぐらい入ってるやつ。キャラメルポップコーンでした。キャラメルっていうか、飴のポップコーンだったそうそう、ポップコーンの飴ちゃん、すごく甘いんだけど、ミルクとかコーヒーに合う紅茶だとちょっと紅茶が負けちゃうかもしれない。ポップコーン大好きなので食べたいです。ぜひ食べてほしい。ちょっとレアじゃないですか。初めて見たの。たまたま紹介、なんかフランス人の人に若者なのか紹介してもらって、あんまりスーパーでは売ってないからわざわざそこに買いに行った。ストライキがあるある。まずは現実を受け入れること。そうそう、返金してもらえないこともあるある。はい、今日もめちゃくちゃ勉強になります。よかった。そうなの。そうなの。受け入れがたいことが結構よくある。理不尽とかね、こっちが 100% 悪くないけどどうにもならないってことが結構よくあるので、どれくらいうまく自分の中で受け入れて消化してプラスに変換できるかっていうのが試される国です強制的に気が長くなる現地行って初めて知ったらショック大きいですからね。確かにね、そうですよね。なんか自分だけかとか思うのもね、なんか倍ぐらいショック大きいですしね。エアビートラブルについても海外基準の自己責任についてもありがとうございます。今予約しているエアビーのお部屋のレビューが実際のお部屋とは異なる部屋の内容で違和感を感じているのですが、見極め大事ですね。本当にそう思います。その投稿主さんの言葉とかお写真よりも実際に泊まった人のコメントとか口コミを信じた方が失敗ないと思います。お菓子テロ食いたいあげたい、こうやってあげたい画面越しになんかあげられればいいのにねそんな機能できないかな。読んで早く帰国して。東京どこ、豊島区池袋の床屋さんに行ってヘアドネーションやって。ヘアドネーションってことはかなり切らなきゃですよ。でも私長いの好きなのだからヘアドネーションするとしたらあと5年ぐらいは伸ばさないとですよ。ピックポケットに気をつけてね。スリには本当にね気をつけてくださいね食べたいな、あげたいな。お嬢さんうちのお店は持ち込みお断りだよって言われそうでしたよね。見つからなかった内緒で食べちゃった。お菓子美味しそうですね。すごい美味しいすごい、ここ人が。2ユーロ送ります。またお菓子買ってください。ありがとうございます。ナイススパです嬉しいまた買います。もう1個買える。ハート押せないや。ごめん、押せたナイススパです。エムルードさんありがとうございますもう1個買います。開けると食べちゃうからね。昨日の夜も食べちゃった。夜中ね、
2時ぐらいにこれ食べちゃったキャラメルコーン、飴のポップコーンねその他、その長さならできるヘアドネーション、本当できるかな。結構ヘアドネーションってこれくらい長くなきゃいけないんでしょ。ここから切らなきゃでしょできるかな。宇宙人だから宇宙人だか UFO だか不思議体験の話はいつになるのかな。覚えててくれた、ありがとう。ちょうど今動画編集中です。今日もこのライブの後に、編集するから目標では今日中に完成できます。でもなんか初めて私の動画を見てくれる方がそれを見たらちょっとなんかやばいチャンネルなんじゃないかって思われちゃうかもしれなくてどうしようかなって思ってるけど、でも動画は今ちょうど今作成中なんで少々お待ちくださいヘアドネーションできるかなできるといいけどね。せっかく切るなら人の役に立ってたら嬉しいですよね。でももう一回コーヒーいただきます。喉乾いてきちゃった。苦いなここのコーヒー。もうすぐ1時間かな。ちょっとあとじゃあ5分ぐらい話したら今日も名残惜しいですが終わりにしたいと思います。これからフランスに来るよっていう方、ご質問とかあったら何でもお気軽にご質問ください。相変わらず眩しいですが、なんかかわいそう。おじさん気になるよね、絶対映るの。こんな感じならいいかな。UFO 動画、めぐぐたんの宇宙人コスとかありますか何宇宙人コスって。宇宙人コスってどんなの？やってみたいけど宇宙人の形を知らないからできないよもう11時過ぎちゃった。遅い時間までありがとうございます。もうすぐ終わりにします。フランス人の若い女性はロングヘア多いですよね。ショートカットの人あまり見ませんね。そうですか？どうだろう。確かにそんなにいないかもしれない。あんまりなんかそこまで日本人みたいにそんなに髪に気をかけてる感じじゃないのかもしれないけど、どうだろうね。短い人もいますよ。あとね、結構女性で坊主の人とかも多いイメージ。おしゃれとしてねやってるイメージポップコーン代嬉しかった宇宙人 UFO の動画楽しみにしてます。ありがとうございます。なんか初めて UFO の動画見る方はちょっとあれびっくりしちゃうかもしれないけど楽しみにしててください。ポップコーン代もう1個買える。ナイススパです。ありがとうございます。ハート押せるナイススパです。2個買える。ポップコーン2個買える。ありがとうございます。でゼロさんのスーパーチャットと合わせて何個買えるポップコーンパーティーできるね。お風呂に貯められるねポップコーンのお風呂やろうかな嬉しいよ。何ライブ配信での10回目のスーパーをお祝いしましょう。よくわかんない。何10回目のスーパーチャット。スイッチオンさんが10回目ってこと。ありがとうございます。スイッチオンさんナイススパです。10回目の記念だってありがとうございます。じゃあ10個ポップコーン買う嬉しい今年パリに行こうと思っているのにユーロ高すぎて予約できずにいます。高いですよね。もし節約したいのならオリンピック後がいいと思いますちょっと待って、いっぱいお店の人来たじゃあもうすぐ終わりになるのでここでちょっとお仕事のご案内させてください。今日も私はパリで完全プライベートの個人ガイドとか通訳翻訳などなど、あとパリコーディネーター、団体で来るのでコーディネートしてくださいとか、運転手さん頼んでこうやってとか、パリの計画、パリで過ごす間のご旅行の計画立ててくださいなんていうお仕事をしています。でも本当に何でも私にできることであればできることで、私が1人しかいないので必ず日程が空いてるとは限らないのですが、私の空いてる時でできることであれば何でもご自由にご依頼いただけます。
お仕事のご依頼はインスタグラムとアメーバブログのメッセージ機能から直接お気軽にメッセージをください。で、ロコタビっていうねサイトを通してもやっているのですが、ちょっと手数料がお互いかなり高くなってしまうので、さっきもコメントにもあった通り、ちょっとね今円安も結構円安が進んでいるので、ちょっとでも節約したいとか、あともう個人でスムーズにやり取りを取りたいっていう場合には、今そっちのサイトを通してメッセージをいただいている方も 見ていてくれているかもしれませんが、サイトには書かずに直接インスタグラムとかアメーバブログからメッセージをいただけましたら、そっちでも受け付けています。ちょっとねプライベートガイドとかになると敷居が高そうな感じ響きですが、全然パリにいるお友達に会いに行く感じでメッセージをいただけたら嬉しいです。ちょっと時間があるので、何時間かパリのカフェで一緒にコーヒーしながら今後の計画、一緒に明日からの計画立ててくださいとか、パリの初日なのでお茶とかご飯しながら過ごし方を教えてくださいとかね、そういうのも受け付けています。本当にお気軽にメッセージをお待ちしています。よろしくお願いします。その他その他メディア関係もやっています。メディア関係というか、例えば格闘技とかの試合で来るので、選手の方のパリ滞在中のサポートしてくださいとか、あとこういう撮影で来るのでその間の手配をお願いしますとか、そういうのもやってます。とにかく何でもまずはお気軽にメッセージをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。何いっぱいコメント来てありがとうございます。ナイススパイしてる。ヘアドネーション62人も見ててくれてるの嬉しい、ありがとうございます。結構ねもう日本11時間過ぎちゃってますもんね。でコメント来たらね終わりに、コメント読んだら終わりにします。視聴者増えたの？ディップさんの視聴者増えたの？ディップさんも YouTube やってるの？ヒロさんちょっと待って、ハート押せない。あれハート押せないや。なぜかハート押せないの。押せた。ヒロさんナイススパです。ありがとうございます。助言ありがとうございます。いえお役に立てて何よりです。嬉しいです。ナイススパです。もう一個ポップコーン買える。どうしよう、ポップコーンパーティーの日になっちゃった。ナイススパです。10回目のスーパー。ヒロさんも10回目のスーパー。今日10回がいっぱい。ナイススパです。ありがとうございます。お祝いだ。よかった。騒ぎすぎですか、ポップコーンで。すごいね、2人とも10ってすごい。同じタイミングですごい。最近増えました。私もしかして私の登録者の話してくれてますか？そう、私ねもう相変わらずメンタルなよで、自分のYouTube の登録者数とかどれくらい何時に見られてるとか、アナティリックスだっけ、そういうのね本当に見れないの怖くて心が折れちゃうからだから私の YouTube 見ていてくれてちょっと登録者増えたよとかいいことあったら教えてください。いいことだけ聞きたい。目指せ平均100人ライブ100人見てくれたら嬉しいな。初めてのライブの時に1回だけ100人行った気がする。柔道着だったっけ？また柔道着着てみようかな。ライブ参加者の話嬉しい、ありがとうございます。教えてくれたんだ。100人になったらいいですね。そしたら私もこんなダラダラ話しててよくないかな。もう1時間経っちゃいましたね。それではそろそろかな。何かご質問ありませんか？聞いておこうということがありましたらご質問ください。毎週月曜日にこうやってだいたい9時から10時の間スタートぐらいで1時間ぐらいライブをしていますね。いつもね同じカフェの時もあれば違うカフェの時もあって、フランス人の方がなるべく映るようにしているので、これからご旅行に来ようなんていう方は服装とかねご参考にしていただけたらなと思います。で
もしもお仕事が月曜日に入ってるっていう時はお時間早くなったり遅くなったり、あと違う曜日にしたりなんていうこともあるので、ライブ告知はインスタグラムと、YouTube のコミュニティで、何曜日何時からとか、大体ね今夜何時から日本時間何時からライブをしますって告知をするので、そちらをチェックしていただけたら嬉しいです。でコミュニティはどうやって参加するのかが何か多分私のチャンネルのところにこうボタンがベルマークだっけあると思うので、それを押していただけると私が何か投稿すると通知が来るようになると思います。ごめんなさい、詳しくなってチェックしていただけたら嬉しいです。69人見てくれてるのすごい。70人まで待とうかな。でも減ってっちゃいそうか、そんなことしてたらちょっと届かないぐらいが気持ちいいかありがとうございました。私もヘアドネーション聞いてみてはどうですかね。聞いてみようかな。じゃあありがとうございます。なんだっけ、どこまで読んだ。最後のコメントかな。ありがとうございました。また来週楽しみにしています。こちらこそありがとうございました。毎週皆さんとこうやってお話できて、私のパリ生活の楽しみ、幸せになっています。いつもありがとうございます。また来週こうやって皆さんとゆっくりお話できるのを楽しみにしていますそれでは日本はもう11時過ぎたと思うので、雨が降っているところも降ってないところもあるのかなと思うので、気持ちいい夜をお過ごしください。フランスにお住まいの皆さん、パリに今来てるよという方コメントもいただきましたが、今日はさっきまで曇ってたのに今ねすごい日が照ってきて夏日和の気持ちいい日なので、ちょっとお時間が余ったら公園とかでねピクニックしたり、こうパリジャン的な過ごし方も楽しんでみてください。一緒に良い午後を過ごしましょう。それでは今日もご視聴ありがとうございました。さっき70人いったねやった今日もご視聴ありがとうございました。また来週月曜日皆さんとゆっくりお話できるのを楽しみにしています。またね、おやすみなさいお疲れ様、バイバイあれ切れない。できたバイバイ。